はい、プラドンです。今回は Excel でのハイパーリンクの挿入と削除方法を勉強します。ここは出題率が極めて高いので確実に覚えてください。これから進めていく Excel ファイルは概要欄にあるリンクでダウンロードできますので、理解力を高めるためにぜひダウンロードしてからこの動画を一時停止しつつ実際に操作しながら覚えていただければと思います。はい、それでは始めます。まずハイパーリンクの挿入方法からです。ハイパーリンクを挿入したいセルをアクティブセルにします。はい、今回はホームページの方ですね。はい、挿入タブの、リンクボタンですね。こちらをクリックします。ハイパーリンクの挿入のダイアログボックスが表示されますので、ここでいずれかのオプションを選んでリンクを設定します。まず、ウェブページにリンクする際は、ファイル、ウェブページのこちらのアイコン、こちらをクリックして、表示文字列はセルに表示される文字列ですね。今回はこちらのホームページのアドレスがそのままここに入力されているので変える必要はありません。もし変えるのであれば、弊社ホームページとか、そういった文字に変えることもできます。その次にアドレスの入力欄にこちらのウェブページのアドレスを入力します。今回はこれをコピーして貼り付けます。で OK ボタンをクリックします。このようにリンクが設定できました。別のファイルへ移動するリンクをつける際は、まずリンクをつけたいセルをアクティブセルにします。今回は取引先一覧へ移動をクリックしました。はい、その次に挿入タブをクリックし、先ほどと同じようにリンクをクリックします。はい、するとハイパーリンクの挿入というダイアログボックスが同じように開きます。表示文字列は取引先一覧へ移動とこちらに書いてある通りの文字列が出てますので、そのままで大丈夫です。こちらの表示文字列を変えるとこちらも一緒に同じように変わりますので注意をしてください。アドレスですね。はい、こちらに取引先一覧というファイルがありますのでこれをクリックします。はい、そうするとアドレスに取引先一覧が出てきますのでこのまま OK をクリックします。試しに取引先一覧へ移動をクリックします。このように取引先一覧のファイルが開きましたので、無事リンクが設定できたということになります。その次はファイル内でジャンプするリンクを作成する方法です。例えば、納品書シートの C17、こちらですね C17 のセルに、移動するリンクを設定する場合はまず、取扱商品一覧のタブをクリックし納品書へ移動のセルをアクティブにします。はい、挿入の、タブから、リンクをクリックします。ハイパーリンクの挿入ダイアログボックスが開きますので、まずは表示文字列ですね、こちらを設定します。今回は、納品書へ移動という文字列で大丈夫ですのでこのままにしておきます。その次にドキュメント内をクリックします。でセルの参照を入力してくださいのところは C17 のセルに移動することになっていましたので C17 を入力します。はい、その次に、納品書のシートに移動しますので、納品書をクリックします。はい、OK ボタンを押します。はい、すると納品書へ移動というリンクが設定されました。これを試しにクリックします。はい、するとこちらの納品書というシートのアクティブセルが C17 ですね。こちらの位置に移動してきました。はい、次は、新しい Excel ファイルを作成し、その文章へのリンクを自動で設定する方法です。まず、こちらの T の22をアクティブセルにします。はい、挿入タブをクリックし、リンクをクリックします。はい、新規作成アイコンをクリックします。
で、表示文字列ですね。例えば、表示文字列を新商品一覧と、してみます。これを OK を押すと、ここに新商品一覧というふうに表示されます。新しく作成するドキュメント名も、新商品一覧と、します。はい、パスなんですけれども、これは保存先のことを示します。今回はデスクトップに保存する、設定にしていますけれども、違うところに保存する場合はこの変更ボタンを押して、保存先を指定してください。で、編集するタイミングなんですけれども、すぐに新しいドキュメントを編集するを今回は設定します。で、OK をクリックします。すると、新商品一覧という新しいワークシートが、作成されます。こちらに新商品一覧の内容を入力していくことになります。ではこちらは閉じます。はい、そうすると、新商品一覧というリンクが出てきますので、こちらをクリックしてみます。はい、そうすると、まだまっさらの状態ですけれども、新商品一覧という、ファイルにアクセスができています。はい、その次に、こちらにあります電子メールアドレスにハイパーリンクをつけます。はい、まずメールアドレスが入力されているセルをアクティブセルにします。その次に挿入タブをクリックします。はい、リンクをクリックします。ハイパーリンクの挿入ダイアログボックスが出ますので、こちらの電子メールアイコンをクリックします。はい、すでに、表示文字列に、メールアドレスが入っていますので、これはこのままにしておきます。はい、電子メールアドレスですね。これもここにあるメールアドレスを入力します。はい、件名は、お問い合わせと入力します。で、こちらの3つの点が入力終わりましたら、OK ボタンをクリックします。このようにメールアドレスの欄にハイパーリンクがつきました。はい、それでは試しにこのハイパーリンクをクリックしてみます。はい、このようにですね、お問い合わせという、メールの作成画面が出てきます。で、差出人は、お問い合わせをする方の、メールアドレスが自動で入ります。先方の方のメールアドレスですね。で、宛先は先ほど入力した、メールアドレスが自動で入ります。で、件名につきましても先ほど入力しましたお問い合わせが、自動で入ります。で、本文は、先方の方が、メール本文を書きますので、ここはそのままで、大丈夫です。はい、この通りメールアドレスにハイパーリンクをつけることができました。はい、ここで重要なポイントです。はい、このリンクの挿入の出題があった場合、必ずセットで出題されるのがハイパーリンクのヒント設定です。これは、ハイパーリンクにマウスポインターが重なった時にポップアップ表示されるメッセージの設定です。例えば、自社のホームページですね。こちらにアクセスするリンクに、弊社ホームページでジャンプと表示させてみます。では、こちらのヒント設定のボタンをクリックします。ハイパーリンクのヒントの設定というダイアログボックスが出てきます。このように弊社ホームページでジャンプと入力できましたら OK をクリックします。はい、そのまま OK をクリックします。はい、試しにリンクにマウスポインターを重ねてみます。はい、そうすると下の方に出てますね。弊社ホームページへジャンプというポップアップが出てきます。最後にハイパーリンクの削除方法をやります。はい、削除したいハイパーリンクが含まれているセルを右クリックしてアクティブセルにします。このようにメニューが出てきますので、下の方にあるハイパーリンクの削除をクリックします。はい、このように先ほどまであったハイパーリンクが解除されました。以上が Excel でハイパーリンクを挿入する方法と削除する方法の解説でした。いかがでしたか？もしこの動画がお役に立ちましたら、高評価ボタン、いいねですね、こちらをクリックしていただきたいのと、よろしければチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。
それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。